はいどうも、いつもご視聴いただきありがとうございます。イスキンです。今日はアビゲイルとラストピースカリンの実装備ということで、アビゲイル早速引いてフルモラまで育成をしてきたので、使い勝手などを解説していきたいと思います。性能自体は前回紹介した通り、後衛への気合のたすき効果、ターン開始時の呪い付与、スキル3は烈勝付与、となっています。スキル3は紹介動画よりもややダメージが高く感じたので悪くない印象です。烈勝効果もがっつり入れてくれるので、闘技場であれば烈勝セットでなくても十分だと思います。今回使ったビルドなんですが、今回はね、ご覧の通りスピードセットにしてます。1回烈勝セットスピード210ぐらいで使ってみたんですが、呪いが全く噛み合わずスピードを上げました。まだ試行回数が少ないんですが、使う場合は200以下にして相手が全部動き終わった後に呪いを付与してこちらのアタッカーのターンにするか、250とかもっと上げて呪いの回転をガンガン上げていくっていう方が良さそうです。そして古代遺物に関してですが、アビゲイル1体出すまでにですね、ゴールデンローズがなんと5枚ぐらい出たので、ゴールデンローズをつけてるんですが、回復量はですね、めちゃくちゃ少ないです。なので、これをつけるぐらいだったら、単純に火力遺物をつけたりだとか、デュランダルとかで、アクションゲージを上げて、回転を上げてもいいですし、こういったね、クリ率が上がるやつとかをつけて、ステータスを補助した方がいいと思います。で、もしどうしても回復もしたいっていうのであれば、おそらくシグルの方が圧倒的にダメージも出るし回復もできると思います。はい、それでは今回いくつか闘技場で試してきたので見ていきたいと思います。はい、それではまず1つ目が、シェナ相手に呪いを付与して戦うという戦法です。シェナはね、セリンとかだったり、あとアーディンとかで殴りたくない相手ということで、呪いでねなんとか処理できるんじゃないかということでやってみました。ただですね、注意点としてはシェナ抵抗を振ってる方が結構多いので、そういうタイプのシェナに関しては今ね抵抗されたみたいに呪いが入らないので注意が必要です。ただ今回の相手のシェナはそんなに抵抗を振ってないみたいで、次のターンからね入り始めたので、そちらを見てほしいなと思います。特に今回ね光セリンを使ったんですが、バランス調整が来週来ます。でその後おそらくセリンめちゃくちゃね使われることになるんですが、呪いとこのセリンの組み合わせっていうのはめちゃくちゃ強いと思うので、どれぐらいね出るかを見ていきたいなと思います。特に闇ラビーが最近というか前シーズンね RTA では多かったんで、それの対策として光系をね多く出すことがあると思うので、この呪いをねうまく組み合わせればめちゃくちゃ強い攻撃になると思います。さあこのアクションゲージアップもね結構いいですね。さあ呪いつきまして、はい、かなり入りましたね。一応ダメージの 60% を与えるということで、さあセリンの攻撃この通りね、半分以上与えたダメージの半分以上入るので、もう何も触れなくても勝手にシェナが削れていくと。なので反射ダメージも受ける心配はないですし、反撃がついていても反撃される心配もないということで、結構これは良さげなんですが、さっき最初に言った通り効果抵抗がね高い相手だと通用しないので、それだけ注意が必要です。なので命中を上げたアビゲイルも悪くないかなっていう感じですね。さあ反撃でダメージを与えていく。さあこれで呪い付与できたので、さあもうこれで死んじゃいましたね。はい、というわけでさっきはねシェナをノータッチで処理したんですが、やはりアーディンとか光セリンとの相性が抜群にいいですね。で今度は逆、相手に光セリンがいる場合、これはねもうバランス調整後 RTA ではガンガンこのセリンがまた増えてくると思うので、それに対してアビゲイルの呪いで対抗していこうという形ですね。これはもう効果抵抗を気にする必要ないので、ガンガンね殴っていけばセリンが勝手に死んでいくのではないかという、検証ですね。
さあシールド分があったので、若干ねダメージは少ないですが着実に削れています。さあアビゲイルが呪いを再び付与。ここからですね一気に攻撃に入ります。さあ6000半分以上削って、半分以上削ればもうあとはね直接殴ってもいいので、そういう意味で考えるとめちゃくちゃ、光セリン特攻みたいなところがあるのかなと思います。さあノータッチで処理。いやこれはかなり、活躍が期待できるんじゃないかなと思います。ただ弱点としては残り1体になった時の呪いは全く無駄になるので、これだけねちょっとなんかもう一声欲しいかなと思います。嫌なら逃げろ。さらばだ。浄化してやる。はい、お次は、放置するとめんどくさいジオですね。いやこのキャラもねあんまり殴ってもダメージが 50% カットされるっていうことで倒しづらいっていうのがあるので、そこを呪いで倒していこうじゃないかという、戦いになります。さあ沈黙が入っても、呪い自体はねパッシブで発動してくれるので、さあ削っていきましょう。さあこれはもうジオね動いた後なんで一気にね呪いのダメージを入れることができます。さあ闇レタのスキル3でがっつりダメージを入れて、さあ 60% がダメージとして入る8000。そしてアレンシア、2段攻撃ですね。この2段攻撃も一発ずつちゃんとね呪いが、入ります。60% 分2段合わせた 60% が、しっかりとね呪いダメージとして入るので、アレンシアなんかも結構呪いとの相性がいいのかなと思います。さあそしてこのベリアンとかに対してこのスキル3のバフ消しプラス裂傷、これもね強いですね。 100% 裂傷効果を入れることができるので、そういう面でもなかなか使いやすいかなと思います。彼女のためなら正しい道へと導こう。何のことでしょう。どうかしら。まだ旅は次の任務ははい、お次はですね疑似的なクリーブに、試してみました。ちょっとねやりづらかったんで、参考程度なんですが、1体確実に、不死をつけれるっていうことで、不死パーティーがね、組むことができます。これは RTA では非常にクリーブ相手には大きいんじゃないかなと思います。で今回ダメージ受けてないんで不死発動してないんで、あんまりね効果ないようには見えるんですが、これが RTA になると相手はどこをバンしていいか分からなくなってしまうので、そういう面では非常にこのアビゲイルっていうのは入れてるだけで効果があるんじゃないかなと思います。でここで不死が発動してもう相手のターンに入りますが死なないとはい、全員死にませんと。こういうね使い方もできるんで、なかなかクリーブに出すの面白いかなと思います。さあもうあとはね相手自由に動いてますけども、ひたすら不死で全員耐えて反撃に出るというパーティーです。はい。というわけで、いくつかね、試してきたんですが、いや、アビゲイルね、これはかなり可能性の獣ですね。もうどれに使っていいかちょっと迷うぐらい、幅が広い。とにかくこのね、不死不与っていうのが非常に強いので、この不死不与も1回だけじゃなくて4ターンに1回発生するんで、相手としては早く倒さないといけないしっていうので、非常に使いやすいスキルかなと思います。でちょっと非属性同士なんで相性悪いかなとは思うんですけど、もちろんねこのメリッサと組ますことで、さっき言った通り不死メリッサの不死の時は、アビゲイルの不死が発動しないので、ちょうどメリッサの不死が切れた後アビゲイルで守るっていうことも、できますので、メリッサ使いの人には、いい相方になるんじゃないかなと。うまくいったらもう連続でねこの繰り返しが、できる可能性もあるので、そういうのを考えると結構ロマンがある、編成かもしれません。ただね、非属性同士なんで、極端にね氷属性に弱くなってしまうので、
注意が必要です。はい。というわけで、アビゲイル紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。現段階で、闘技場ではちょっと使いづらいかなっていう印象ではあるんですが、RTA とかだったら全然クリーバー相手に出すだけでも強いと思いますし、本番はですね、6月8日、バランス調整が来た後だと思っているので、そこに向けてね、ちょっとビルドをもう少し固めていこうかなと思います。また、新しくね、できましたら、紹介をしていきたいと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。